2006年6月20日午前5時、奈良県田原本町の民家で火災が発生しました。町の静寂は突然の爆発音で破られ、近隣住民含め消防隊がすぐに消火活動を開始しましたが、火勢は激しく、築40年の木造民家は全焼。およそ40分間にわたり燃え続けた民家からは、この家に住む30代の主婦と7歳と5歳の子供2人が変わり果てた姿で発見されました。火災発生時、一家の主である父は不在。高校生である16歳の長男は火災発生後から行方がわからなくなっていましたが、警察は2日後に長男を放火の疑いで逮捕しました。その後長男は父の殺害を企て、自宅に火をつけたことを自白しました。中間テストの点数が平均点より20点低かったから、それが少年の犯行の動機でした。少年はたったそれだけの理由で父の殺害を計画し実行したのです。しかしこの不可解な犯行動機の裏には、少年がこれまで父から受けた筆舌に尽くしがたい地獄の日々があったのです。一体この家で何が行われていたのか、少年はなぜ壊れていったのか。今日は奈良エリート少年自宅放火事件にグロファイリングだ。眠れなくなっても知らないぜ。グロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか、多くのグロファイラーたちによって支えられています。2006年6月5日、きっかけは先月末に行われた中間テストの結果が悪いことでした。県内屈指の進学校に通う少年は、その日続々と返却されてくる答案用紙を見て呆然としていました。英語の点数が悪すぎる。70.6 のクラス平均に対して20点も低い少年の点数は彼に震えるほどの絶望を与えました。父に殺される。常に平均点より上の点を取ることは、父から少年にかけられた呪縛でした。中高一貫校である少年の通う高校では、県内屈指の秀才が集まるゆえ、父は彼にトップになれとまでは言いませんでしたが、それでも平均の上ぐらいの位置には常にいるように再三きつく言い聞かせていたのです。平均点を下回るようでは医師にはなれないぞ。お前は公立の医学部に進学して医師になるんだ。何が何でも息子を医師にしなければならないと考える父の呪いは、息子の心をがんじがらめにし支配していました。したがって平均点を20点も下回る少年の成績は、彼にとっては死刑宣告と同じくらいのインパクトを持つものでした。いっそ点数を改ざんしてしまおうか。少年は一瞬ひらめいた考えを払いのけるように頭を振りました。それは意味のないことでした。なぜなら2週間後の6月20日には中間テストの結果についての三者面談が行われるため、今点数を改ざんしたところで、それが父にバレるのは時間の問題だったのです。平均点を20点も下回るこの英語の点数だけは絶対にパパにバレてはいけない。三者面談まであと2週間、それまでに何とかしないと。この中間テストの結果は少年をギリギリまで追い込み、彼に全てをリセットさせたいと考えるほどの恐怖と絶望を植え付けました。それほどまでにパパの存在は少年にとっては絶対的であり、畏怖すべき対象だったのです。6月20日までにパパを殺そう。そうすればテストの結果がパパにバレることはない。少年は決意し、6月20日未明、自宅に火を放ったのです。中間テストの結果が悪かったから。それが少年が父の殺害を決意した理由です。一見すると我々には理解できない犯行の動機。しかしそれは我々が少年がこれまで父から受けてきた長く苦しい絶望の日々を知らないからなのです。1990年、少年は奈良県で生まれました。少年の父の一族は代々医師であり、そのことは父の誇りであると同時に、生まれながらにして少年が背負わざるを得ない十字架でした。父は息子にも自分と同じように医師になることを強制し、幼少期の頃から少年は父の監視のもと、1日3時間を超える勉強を強いられていました。少年の父母は彼が3歳の頃に離婚していますが、その原因は少年の父の暴力にありました。結婚当初から始まった夫の暴力は次第にその頻度、程度ともに激しくなり、妻は離婚直前、このままでは夫の暴力により自分が殺されてしまうと感じるようになり、マンションから飛び降りて自ら命を絶つことも考えていたといいます。食事の内容が気に入らない、香水の匂いが気に入らない、ビールが冷えていない、自分の気分次第で妻に手を挙げ続けた夫のこの暴力性こそ、今回の事件の直接の原因となったものであり、長年にわたり少年の自由を奪い支配してきた元凶だったのです。そして夫が妻に手を挙げる理由は、少年が生まれるとそれまでの些細な言いがかりから子供の教育についてのものになっていきました。少年の学力が少しでも夫が考えているレベルに達していないと、それは全て日頃勉強を教えている妻のせいであり、その度に容赦ない暴力が妻を襲いました。幼稚園の授業参観では息子が手を挙げて積極的に発表しなかったことに腹を立て、妻に暴力を振るう。その結果次第に妻の少年に対する態度もだんだんと変化していきました。なぜこんな問題がわからないの？あなたの出来が
悪いから私が殴られるのよ。気づけば母は最愛の息子に対して自らが感じた恐怖や怒りを転嫁するようになっていました。夫の帰宅時間が近づくと胸がざわつき始め、胃がキリキリと痛み出す。そんな生活が妻の日常でした。1993年、この年夫の暴力に耐えかねた妻は下の娘を連れて夫と別居をし、2人の間に協議離婚が成立します。少年3歳の頃の夏の出来事でした。夫と妻とそれぞれの両親を交えて行われた離婚についての話し合いの場で、頭に血が上った夫はなんと妻の両親にも殴りかかっていったのです。このままでは自分たちの身が危ないと考えた妻と両親は、まだ小さかった下の娘だけをとっさに連れてその場から逃げるようにして家を出たのです。母は玄関で少年の名を呼びましたが、少年は母の元には来なかったと言います。この点について当時まだ3歳の少年が自ら父の元に残る決断をしたとは考えがたく、おそらくは事態がよく飲み込めなかった少年は呆然とその場に立ち尽くしていたという方が適切でしょう。母はこの日以来少年とは会っておらず、この時息子を連れ出せなかったことを深く後悔していると言います。この日以降、父の機嫌を損ねる母に関する話はタブーとされ、少年は母の名前さえも知らされていませんでした。少年は母に対する思いを強めながら父の恐怖に怯え、日々を過ごすしかなかったのです。そしてこの離婚をきっかけとして、この後事件までひたすらに続く常軌を逸した英才教育が本格的に始まったのです。父の異常な教育の原点には、医師一族としての自らの宿命ともう一つの理由がありました。それは父が感じていたコンプレックスです。妻曰く、常々息子を公立の医大に入れると豪語していた父は、自らの学歴、すなわち私立の医大出身ということに、金の力で医師になったという強いコンプレックスを抱いていたといいます。また少年の母は専業主婦でしたが、母の一族が父と同じ医師の家系だったことも、父のコンプレックスを増幅させた原因の一つだと考えられています。自らの学歴コンプレックスと別れた妻への当てつけ、父は常に息子を立派な医師にしなければならないと話していました。それが自分の使命であり、別れた妻一族への意地であると。しかし子供は親の所有物ではありません。自らのコンプレックスは自らで解消するのが健全な思考であり、そこに子供を登場させる必要はないのです。子供が生まれることにより、親はもう一度自分の人生をやり直せるかのような錯覚に陥りますが、それは間違いであり、子供の人生は子供のものなのです。親にできることはサポートのみで、舵取りではありません。息子を医師にしたいと勝手に親が考え、勝手にやりたくもない勉強を強いる。それは親のエゴが生んだ大きな勘違いであり、その本質はただの虐待です。もちろん厳しい社会を生き抜くためにある程度の学力は必要でしょう。しかしこの父のやり方はあまりにも度を越していました。この父親の教育方針はあまりにも常軌を逸していたのです。父は少年に小学校入学前からひらがな、カタカナはもちろん算数の足し算、引き算を教え、出来が悪いと頭を殴り罵声を浴びせました。絵本の音読や計算ドリルを1日3時間、休日も時間が許す限り勉強をさせていました。遊びとは無縁な勉強漬けの生活はおよそ幼稚園児の生活とは思えません。少年は小学校になる頃にはすでに掛け算を完璧にマスターし、その計算能力は小学校 3,4 年程度のものだったといいます。この点について驚くべきことは、少年の能力の高さはもちろんですが、何より父が3歳の幼稚園児に対してすでに手を挙げていたという点です。幼稚園児に物事を教えるのに顔や頭を殴り大声で怒鳴りつける。幼稚園児が掛け算を完璧にマスターするのにどれだけの恐怖とどれだけの我慢を味わったのか。少年は小学校低学年の段階ですでに父に対してある感情を持ち始めていたといいます。同級生と違い全く遊ぶことができない自分、友達が話す流行りの歌手やテレビドラマの内容にも全くついていけない自分、その環境を作り出している張本人である父に対し、少年は父の身の危険を願うようになっていました。交通事故で父が入院してくれればいいのに。憎悪の種は小学校低学年の段階ですでに少年の中に芽生えていたのです。小学校低学年から高学年に上がるにつれ、父のマンツーマン指導はひどくなる一方でした。少年が居眠りをしていれば分厚い本が顔面めがけて飛んでくる。なぜこんな問題が解けないんだ、もっと早くやれと怒鳴り出す。もっともこのような暴力で支配された勉強方法でも小学生程度のレベルであればまだ通用し、少年の成績はやればやるだけぐんぐん伸びていきました。彼は地元の塾では飛び級をし、1学年上のクラスで授業を受けるほどのレベルだったといいます。このままいけば兄弟東大も夢じゃない。父の浅はかで短絡的な発想により少年の心はだんだんと蝕まれていったのです。父
父の書斎で日々行われるマンツーマン授業、ページをめくる音と少年の鉛筆の音だけが響き渡る暴力によって支配された空間。少年が父の監視のもと勉強をしていた書斎は後にマスコミから父の医師という職業にかけられ、集中治療室と揶揄されるようになります。2006年の事件発生当時、マスコミ各社はエリート少年が起こした父を狙った犯行という話題性のあるこの事件の動機につき、少年と警母との確執を挙げていました。少年の父は妻との離婚後、すぐに職場の同僚であった警母と再婚していますので、その関係性が事件の引き金となったと報道したのです。警母という立場の難しさを下り顔で語るコメンテーターがテレビに登場し、憶測で事件の動機を語る。しかしその報道は全くの虚構であり、少年と警母との間に確執などなかったのです。警母は夫が少年に振るう暴力を時には止め、少年の学校の担任に相談し、必死に彼の人生に寄り添おうとしていたのです。ただ警母にとって最大の誤算は、夫が自分のプライドを暴力によって守り、周囲の人間を暴力で従わせるような最悪の男だったということでした。あいつは俺の子だ、俺のやり方に文句を言うな。夫の拳は時には警母に向くこともあったと言います。2003年、少年は県内でも有数の進学校である中高一貫校に合格します。この時ばかりは親子は共に涙を流し抱き合ったと言います。しかし中学に入り初めて行われた中間テストの結果は176人中162位。下から数えた方が早いその順位に、父は鬼の形相になり、少年を怒鳴り、髪の毛を引っ張り引きずり回し、殴る蹴るの暴行を加えました。県内有数の進学校では、少年がこれまで続けてきた恐怖に怯えながらの受動的な勉強方法では全く歯が立たなかったのです。さすがの父もこれには考えを改め、中学入学から少年の成績は必ずしもトップでなくとも平均点以上であれば良いと考えるようになりました。緩和されたボーダーライン。しかしそのボーダーラインは緩和されたからこそ死守することが求められたのです。これこそが少年が平均点以上の得点に異常なこだわりを見せた理由でした。少年にとって平均点は何が何でも死守しなければならない最低ラインであり、それを割り込むことは死刑宣告と同じだったのです。平均点以下を取ったら殺される。本気で少年はそう考えていたのです。そんな中、最初の事件が起きます。点数の改ざんです。中学1年の冬休み明けの課題テストのあまりに悪い成績に、少年は自宅のコピー機を使って点数を改ざんしたのです。ひたすらに父に怒られるのが怖い。それさえ避けることができれば何だってする。少年の心はこの時にはすでに壊れ、放火事件への秒読み段階にあったと言っても過言ではありません。しかしこの改ざんは成績が悪いことを気にかけた担任教師からの電話で父にバレてしまうのです。激怒した父が取る行動は一つでした。少年はひたすらごめんなさいと口にし、時が過ぎ去るのを待つしかありませんでした。暴行後、少年の髪の毛はその箇所を触っただけで大量に抜けるほど強い力で父に握られていたといいます。この時父は考えるべきだったのです。なぜ少年がそんな行動をとったのか。なぜ彼が大きなリスクを背負ってまで点数の改ざんをしなければならなかったのか。少年は本来おとなしい性格で、学校では友人も多かったと言います。しかしそんな少年も中学2年になると、父に対してだんだんと反抗的な態度を取るようになっていきます。父を睨み返し、時には父に向かって言い返すこともあったと言います。なんでいつも殴るんだよ。そんなに怒らないでよ。僕も一生懸命やっているんだよ。そしてこの中学2年の頃から少年の中では、これまで漠然と抱いてきた父の命が危険にさらされればいいのにという思いがより現実味を帯び具体化していったのです。表面張力を破りコップの水が溢れ出すように、少年の中での憎悪はこの後のある事件をきっかけとして暴走し始めます。中学2年3学期の期末テストでのこと。父の監視のもと、前日深夜3時まで勉強をしていた少年は、この日行われた理科の試験で公式が全く出てこずカンニングをしてしまうのです。もっともこの時少年は参考書を堂々と自分の机の上に広げ、まるでバレることを一切恐れていないかのような振る舞いでカンニングを行いました。それは教師も驚くほど大胆なものでした。おそらく少年はこの時、幼少期から繰り返されてきた父の暴力による支配にとことん疲れ果て、半ば投げやり的にカンニングを行ったのではないでしょうか。当然カンニングの件は父に報告され、その後少年は父からこれまでにないくらい長く激しい暴力を受けることになります。別の日には数学の問題に苦戦している少年にイラついた父は、彼が使っていたシャープペンシルを取り上げ、それで少年の頭頂部を突き刺しています。父にとって少年はいつまでも自分の所有物であり、それは変わることはありませんでした。そして高校に上がり、1学期の中間テストで少年は平均点を20点も下回る点数を
を取り、三者面談の日までに父を殺害しようと決意したのです。少年が味わった暴力による支配は遠い昔、少年の実母が感じていた、このままこの家にいたら自分が夫に殺されてしまうのではないか、その思いと全く同じものでした。父は暴力によって母を追い込み、最終的には少年まで追い込んだのです。またこの時少年が感じていた父に殺されるのではないかという脅迫観念は彼の中ではより具体的で現実味を帯びていた可能性があります。それは少年のある特性が関係していました。広汎性発達障害。広汎性発達障害とは脳の異常により引き起こされる神経発達障害の一つであり、その症状は独自のこだわりや対人関係の困難といったものが見られ、2013年以降は自閉症スペクトラム障害と呼ばれています。裁判所が行った精神検査で少年にはこの障害が認められています。そしてこの障害の特徴として相手の言葉を文字通り解釈してしまう自偽性と呼ばれる症状があるのです。そうです。この特性により少年は父の殺すぞという言葉を額面通りに受け取っていた可能性が非常に高いのです。これまでの経験と少年の特性が重なり、事態は取り返しのつかない方向に転がり始めていました。テストが返却された日は6月5日、三者面談は6月20日、結婚まで2週間以上はある。面談日までに父を殺害できれば問題はない。父の殺害を決意した少年は日々方法を考え始めます。包丁、バット、ゴルフクラブ、庭石、竹刀など凶器として使えるものは何かないか。授業中、就寝前、父の監視下で勉強をしている最中、少年は考え続けました。そして6月12日、保護者会の8日前、放火をすればいいのだ。少年は放火をし、家ごと燃やしてしまおうと考えついたのです。父と共にこの嫌な思い出しかない家を焼き払って、自分はどこか遠いところに逃げて自由に暮らしていくんだ。家は築40年以上が経過している木造住宅であり、それはよく燃えるだろう。父が寝静まって高いびきをかいている時に火を放てば確実に計画を実行できる。そして6月19日、面談日前日。この日の夜、計画を実行しようと考えていた少年に不測の事態が発生します。父の帰宅時間を警母に確認すると、なんと今日は父は会社の飲み会があり、家には帰ってこないというのです。少年は殺害方法を考えるだけで精一杯で、父のスケジュールを確認することはしていなかったのです。普通の感覚であればこの時点で計画を変更し、決行は翌日以降に持ち越すのがベストかと思われます。しかし少年にとってはそれでは意味がなかったのです。翌日の三者面談に父が出席し、担任からテストの点数を聞いたら、自分の命がないのですから仕方がない、目的を達成することはできないけれど嫌な思い出しかないこの家だけでも焼き払ってしまおう。警母や下の兄弟が犠牲になってもそれはしょうがない。すでに少年に冷静な判断能力はありませんでした。明日を葬るためには今日火をつけるしかない。午前5時、布団からむくりと起き出した少年は台所にあるサラダ油2缶を1階の廊下にまんべんなく巻き、タオルに火をつけ、それを廊下に投げました。少年は家が燃え始めるのを確認し、勝手口から家を出て最寄り駅に向かいました。静かな住宅街に爆発音が響き、近隣住民が目を覚ますのはそれから数分後のことでした。もっともサラダ油の引火点は通常であれば250度程度とされていますので、少年が撒いたサラダ油にはさほどの効果はなく、家が全焼したのは木造家屋ゆえのものだと考えられます。その後少年は奈良、京都の駅、さらには公園を徘徊し、犯行から2日後の6月22日の午前8時頃に空腹に耐えかね民家に侵入した際に逮捕されました。全焼した家の焼け跡からは就寝中であった警母と少年の腹違いの弟と妹の遺体が発見されています。事件後すぐに連絡を受けた父は自宅に駆けつけ、3人の遺体と対面しむせび泣きました。2006年10月、家庭裁判所は少年の精神鑑定の結果と、この事件の根本は少年をここまで追い込んだ父の考え方や行動にあることを考慮し、少年の処分を刑事処分とせず保護処分とし、少年を中等少年院に送致することを決定しました。事件後少年と再会した父はこれまでの自らの行いを少年に対しひたすらに謝罪しましたが、果たしてそれは少年の目にはどう映ったのでしょうか。無関係な3人の犠牲者を出した放火事件から我々は何を教訓とすべきでしょうか。